こんなことを思ってもいいのかなっていう。あ、かわいい。
いただきます。いつもお世話になっている職場の方になんとゴディバもらっちゃったんです嬉しい。しかも今限定のいちごのなんかチョコサンドみたいな、そうチョコサンドをいただいて大事に食べてるんですけど、今日食べようかな、どうしようかな。いやー、食べちゃおう。1個だけ食べちゃう。ここ最近毎日夜にやっているルーティンがありまして、この3つのノートを書く時間を設けています。これは、夜寝る前と朝、もし余裕があったら、特にお仕事がある日はちょっとできる日とできない日があるんですけど、この3つのノート時間を取るようにしています。まず1個目はジャーナリングって言って、自分の感情を書き出すノートの時間を取っています。これは前の動画でも紹介したと思うんですけど、自分の心、感情をそのままもう嘘偽りなく書く瞑想って言われてる、今日のちょっとモヤモヤした感情だったり、なんかこんなことを思ってもいいのかなって思う部分も全部ここに書いちゃって全然大丈夫です。誰も見ないんで自分だけしか知らない心の奥底の感情をこのノートにいつも朝と夜に書いています。結構自分の気持ちを可視化するのって大事だなって思って、例えば今日ちょっと感情的になってわーってなっちゃった時あると思うんですけど、その時に思った感情を一旦爆発する前とか、感情が溢れちゃう前に書いておくと、それを後で冷静に見た時に、これは相手には言わない方がいいかなとか、冷静に見つめることができるので、私は結構このジャーナリング、この感情ノートってやつすごい大事にしてますね。もう一個がこの無印良品スケジュール帳です。今年は結構自分の中で頑張りたいなっていう1年を掲げてまして、ちょっとした目標があります。自分の今やっていることとか学んでいることを5年先10年先に意味のあるものにしたいってすごい強く感じているので、それをちゃんとスケジュールに一応ね、その週にやることとかを見直したりしています。これ最近買ったペンケースなんですけど、これゴムになってるのでノートに挟めるっていうのもまたいい感じです。ペンはだいたい 4,5 本は入るかなって感じですね。これはなんか書店で見つけたんですけど、何気なく買った割にすごくいい感じです。でここにも一応1本入れられるので、なんかこういう iPad のペンシルとか入れてもいいかなっていう感じですね。かわいい。このノートはフリーランス支援をされているあやさんっていう YouTube 発信をしている方がいらっしゃるんですけど、その人が、紹介していたこの
1日の To Do が書ける To Do リストノートを先月からつけ始めていて、これを毎日時間単位で一応区切って何をやるか、何をやるべきか、今日は何を進めるべきかっていうのも可視化できるようにしたくて買いました。これは Amazon で買ったんですけど結構よくて、例えばちょっと今のね2月の時期やることいっぱいあるんですけど、確定申告のことだったり3月に向けてのライブの練習だったりだとか、あとは YouTube をもうちょっと頑張りたいので撮影編集だったりだとか、今年からインスタグラムもちょっと頑張りたいなって思ってまして、リールも定期的にアップしているので、よかったらインスタグラムの方もフォローよろしくお願いします。こんな感じでなんかできたらチェックチェックチェックっていう風に打っていって、時間で何をやるかっていうのを区切ったりとかするんですけど、これが結構その日のうちにやることを達成できた日は満足ですでもやりすぎると進まないし、やることがなさすぎても時間を持て余しちゃって、なんかそのスマホをダラダラ見ちゃったりだとかっていうこともあるので、そういう時はなんか本を一冊読む時間とか映画を一本見るとか、なんかちょっと有意義な時間に隙間時間もできたらいいなと思って、なんか結構その自分が過ごした時間を可視化できるっていうのもいいなと思って、これは結構自分の中で買ってよかったです。これも前日の夜から下のタイムスケジュールだとかやることを書いてから寝ます。
クレープっぽ。うわー、かわいい。いいクレープだ。懐かしい。まあちょっと断面はあれだけど味はクレープ。アイコンタクト、誰々一人1回と。課題で。アイコンタクトさ、すごいそらすね。なるべく目線合わせて楽しんでやってみてください。はい。あけです。ありがとうございました。ありがとうございました。